今日もですね、フジテレビ続報を解説したいと思っております。様々な情報が寄せられてきて、いろんな株主の方々とかですね、動めいているようですけれども、フジテレビ第三者委員会、本当の意味での日弁連、日本弁護士連合会ですかね、が定める第三者委員会の基準を満たした、ざっくり言うとですね、社内の人間は一切入れないと。利害関係、フジテレビ及びフジメディアホールディングスと全く利害関係を持ってない第三者によって構成された第三者委員会を組織して、しかもですね、その調査結果は公表まではですね、社内には全く共有しないと。ざっくりとこの状況で、調査をすると。もちろんその強制捜査能力っていうのはないので、検察官がやるような取り調べのクオリティまではいかないんですけれども、とはいえですね、かなり有力な情報が手に入るということで、ついにですね、ダルトン等のですね、株主から寄せられた書簡なんかに反応してですね、フジテレビ及びフジメディアホールディングスも動かざるを得なくなったという状況でございます。社外取締役にもなってるですね、キッコーマンの創業系の茂木さんだったりとか、文化放送の社長だったりとか、こういったところも、自分たちのところに火の粉が飛んでくるのを恐れてですね、キッコーマンは番組、基準もバズアイって昔からやってる番組、とりあえず CM 差し控え、冠からも降りるというようなことをやっていたりとか、文化放送も臨時取締役会のですね、開催を呼びかけていたりとかして、最終的に最初からやればよかったものの、遅れてしまったというか、遅きに失したというべきか、周りの批判でやっとやるようになったですね、本当に意味での第三者委員会の設立にやっと至ったという状況でございます。もちろんまだ予断も許さないですし、今後の流れとしてですね、本当に経営改革をするつもりがあるのかということですね。このままだと3月末の決算末の基準で株主はですね、議決権を持ちますので、6月末の株主総会、なかなかですね、今の状況だと厳しい、現経営陣は全員退陣しろというような要求が来るのもおそらく間違いないだろうなと思いますし、総務省から天下っている取締役なんかもいたりとかしたりとか、フジテレビの影の天皇と言われている日枝久志取締役相談役ですね、彼を追放できなかったりとかするとですね、やっぱりフジテレビって変わってないよねっていうことになりかねないと。新しい取締役が選ばれる可能性もまあまあ出てきたかなというふうには思っております。株価はですね、相変わらず乱高下しておりますけれども、こういった状況、おそらくですけれども、期末までは少なくとも、議決権が確定するまではですね、継続しそうな感じの勢いでございます。そんな中でですね、騒動の発端になった中居正広さんですね、芸能界から完全に引退をするということで、ファンクラブ向けの文章なので最後、さようなら点々点みたいになってるとかめちゃくちゃ批判されてたりとか、これが52歳の親父が書く文章かみたいなことを言われたりとかしてるんですけれども、本当10代の頃からジャニーズ事務所っていうですね、非常に特殊な環境にいてチヤホヤされてきた人なんで、まあ仕方ねえかなっていう感じではあります。なんでこんなに騒ぎ広がっちゃったんだろうぐらいに思っちゃってるんではないでしょうか。スマスマずっと放送作家としてやっていた鈴木治さんがぜひこの本を読んでくれということで、もう明日が待っているというスマップについてですね、書いた本があるんですけれども、これぜひ皆さん読んでみてください。中居正広さん及びフジテレビが置かれた状況っていうのの一部がやっぱりよくわかると思います。で、中居正広さんがすごく仲間思いのすごくいい人であるっていうこともですね、もちろんそれは鈴木治さんという仲間目線で描かれてるわけですけれども、本当に極悪非道の犯罪者みたいな感じで思ってる人ももしかしたらいるのかもしれないですけれども、そんな人では到底ない。少なくともそういう人ではないようではあるというふうなことはわかると思います。ただですね、僕別に中居さんをディスるわけでもないんですけれども、刑務所に僕は1年9ヶ月間いたんですけれども、そのうちの大体1つの工場で4分の1ぐらい性犯罪者なんですね。なんで性犯罪者ってわかるかっていうと、性犯罪者の人はですね、性犯罪者専門の刑務所がございまして、そこに行って3ヶ月から12ヶ月ぐらいのですね、研修を受けなければいけない。それは犯罪の度合いによって、犯罪の強度によって研修期間が決まるんですけれども、研修を受けなければいけないということで、ちょっと離れた刑務所に行ってまた戻ってくるんですけれども、そういった人たちと交流があって、全員が全員とは言いませんけれども、割とコミュニケーション能力が高い普通の人が
実は性犯罪者って多くて、一言で言うといい人なんですよね。刑務所の中にいる人間の割には別に普通のいい人である可能性が性犯罪者の人って、強くて、なんでこの人はこんな極悪非道な犯罪をしたんだろうと。100人以上強姦したみたいなやつもいましたけど、まあ普通の人なんですよ。僕らと付き合ってる分にはね。だから、人間というのはですね、僕が知ってるこの人はもっといい人だったとかですね、そんな人じゃないとか優しい人だったとか、もちろんそういう一面はある人が、大体性犯罪者の人っていうのはそういう人が多い。性の部分だけなんか知らないけど、女性からすると特にそうだと思うんですけど、極悪非道なんて人なんだみたいな人が結構、だから、一般の対象者じゃない人たちに見せる顔と、性犯罪の対象者に見せる顔が、全然違う人が結構いるんだなっていうことを経験として分かりました。中井さんがどうなのか分かりませんけれども、そういったことをですね、今回の引退声明で感じましたということで、今日この辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。